あかん。皆さんこんにちは。こんにちは。素人でも月に行けちゃう謎のゲーム、カーバルスペースプログラム2。犠牲になるのは緑くんです。うちのチャンネルでは視聴者さんです。もっとあかん。でね、今日もよくわからないままロケット作ろうと思うんだけど、懲りずに何作るんや。さっきもちゃこっと出たんだけど月に行ってみようと思うんだよね。ロケットまともに制御できるようになったのは最近やろ。ほら、宇宙ステーション作ったとなると、次は月しかないでしょ？そんなことない。今回は多分尺が長くなると思うので、とりあえず月まで行くこと。来週は命がけの月探査と帰還をやってみようかな。また2部構成か。はい、ということで、後ろでは月着陸を目指す大型着陸船に着手。大型って、クルーが乗り込む先っちょはこんな感じでいいかな。でね、宇宙船のデザインに毎回悩むんだけど、今回は SF 映画とかにありがちなトラス構造を取り入れた船体にしたい。網網みたいな構造か。最も負荷がかかる中心は構造が丈夫そうな液体水素タンクを搭載。待て、これめっちゃでかいで。最終的に90メートル以上の高さになるね。 90？ どうしてここまで大きい宇宙船というか着陸船を作ろうとしているのか。作りたいだけやろ。最近 RTX4090 を買ったんだけど、超激重ゲーをどれだけ快適にプレイできるか試してみたい。めっちゃ高いやつやん。このゲームガチで重くて大きい宇宙船作ると1桁しか FPS でないからね。そんな極格の動画は素材にも使えないということで思い切って買ってみました。このゲームのためにあれを買ったんか。ずんちゃんやる気出てきちゃった。それはよかったな。で、今回はこんな感じで複数の構造から全体を支える感じにする。重量を分散させとる感じか。さらに2本の構造を作ってがっちり固める感じに。4本の柱で支えとる感じやな。ちなみにこの搭載方法が原因で後から大変なことになります。くさ。というかこの柱なんなん？何って全部燃料タンク。燃料タンクって。もちろん重すぎて飛び立てないので燃料は少なめですよ。いやいや、そういう問題やない。やることが多くなりそうなのでサクッと作ってサクッと飛ばします。居住モジュールをつけたいんだけど、トラスにしようか普通の構造にしようか迷うずんちゃん。宇宙で生活できるところやな。となると電気が必要なんだけど、面倒なのでこれを搭載。これなんや。何って原子力電池に決まってるじゃん。また変なの乗せんな。銀色が良さげなので乗せました。結局トラスに変えてこの部分は完成。縦もでかけりゃ横も無駄にでかい。その下のポートに接続するのはこれ。これなんや。何ってこれ表の核熱エンジンに決まってるじゃん。原子力好きやな。4つのポートに接続、核熱エンジンは合計20機だね。危なすぎやろ。安心してください。私打ち上げ失敗しないので。その表情で言うな。あとはその下に何の面白みもない普通のエンジンを搭載。皆さんこれが普通ですからね。それで今回この宇宙船というかロケットのまま月に着陸するんだけど、このサイズを着陸させるんか。カーバルスペースプログラム2で最も丈夫な着陸脚を搭載。ゆかりちゃんみたいな足の開き方になってるけど気にしないでください。8本搭載すればこの部分は完成。でね、月に着陸するとなると色々考えないといけない。なんや？例えば帰還はどうするのか。一般的にカプセルとパラシュートを利用したものとスペースプレーンタイプがあるんだけど、いつもカプセルなので今回は初めてスペースプレーンで滑走路に帰還してみようと思います。スペースプレーン。エンジンは大気圏内と宇宙の両方で使えるものを。Y 字尾翼にカナードを搭載。胴体中央にはカーゴベアをつけていますよ。色はシャトルっぽく白にしておきましょう。緑じゃないのは珍しいな。一応機関の重要なシーンで使う機体なので試験。最後に失敗するわけにはいかんか。現在の速度 470km。これね、ちょっとおかしい。離陸しない。お腹につけたドッキングポート開いとるのが原因じゃない？あ、開いちゃってるね。待った選択ミス。飛んだというか浮かび上がる。墜落しとるやん。機体を安定させるシステムの向きが90度変わっちゃった。操作ミスなら仕方ないよね。こっそり3回目の飛行です。という形で離陸しない。現在の速度 970km。なんかおかしい。いつもおかしい。これあかん。海にライブルートや。あちょ奇跡的に飛び立った。あ、わかった。膠着装置が後ろにつけすぎて機種上がらなかったのかな。そんな単純な理由なんか。エンジンの動作モード切り替えもテスト。お
う切り替わった。ターボジェットエンジンからロケットエンジンに切り替えれるという感じなんだけど、イギリス企業が開発したもので実用化に向けて研究が進められてるね。前にもちょこっと言っとったやつやな。これが実用化されればエンジン一つで滑走路から宇宙に行けるようになる。ゆるふわ軍事チャンネル。またズンちゃんの宇宙うんちくが出ちゃった。これくらいしか知らないので聞いといてあげてください。で、さっきの機械用スペースプレーンをここに2機搭載。これ月面車や。やっぱり月に行くと月面車も走らせたいよね。ってことで設計。アポロのものと違うのは長距離移動用のロケットエンジンを搭載していること。これで月の低空を高速移動できるようになる。ズンちゃんかわいい。それはよかったな。そろそろ NASA から連絡が来ると思うんだけど、カーバルスペースプログラム2の職員を名乗った詐欺メールしか来ないけん。また詐欺メール来たんか。そんなことも知らずに恥ずかしい内容の返信をしてしまいました。増え続けるずんこの黒歴史。消したい過去をこのロケットと一緒に宇宙のもずくにしてやりましょう。もこず。はい、ロケットの構造はほとんど完成。これフェアリングや。実はこんなパーツもあるんだよね。スペースプレーンと月面車で激しい空気抵抗が発生しそうなので、初めてフェアリングを搭載。任意のタイミングで分離することができて種類もいくつかある。最後に地上から戻れるようにはしごをつけて、固体補助ロケットを8つつければ完成。はい、それではロケットは作り終えたのであれをやっていきましょう。謎の大人気企画、視聴者さんと一緒に宇宙へ行こうのコーナー。第2回目。出た。今回はどんなリクエストが来ているかな？白熱エンジンを感じるところに座りたいというリクエストが多くありました。いやいやおかしいおかしい。ズンちゃんと気が合いそうですね。それは言えてるな。前々回でも分かっているように、エンジン付近に座ると推力がゼロになってしまう問題がある。まずは視聴者さんを使って白熱エンジンでも推力が出るのか確認しないといけない。わー、綺麗。これはひどい。パッと見た感じフラフラ動き始めてて、化学ロケットエンジンのようにゼロにはならないみたい。ということは普通のエンジンとして使えるってことか。せんでええけど。ポイント座席を搭載。次は何かな？切り離された固体燃料ロケットの行く末を見れる座席があると聞いたのですが、ノーズコーンに座席をつけるだけでいつでもお手軽に見ることができます。ポイント搭載。もちろんパラシュートも削減して SD なんとかに貢献。一番削ったらあかんところや。次。大気圏を直接感じる座席がいい。となると宇宙から帰還するときがおすすめだね。そんな視聴者さんにスペースプレーンの先っちょに座れる座席を増設。もちろんタダでご招待。絶対あかんやつや。宇宙を間近で見れる席がいいな。なるほどね。今回だけ特別、ロケットの最先端に座席を設置。毎回やっとる気するけどな。本当は1名様のご招待ですが、今なら無駄に2名様無料ご招待。やったね。次が最後かな。あかねちゃんの横ならどこでも座りますわ。やだ、あかねちゃんのご指名来ちゃった。うちは乗らん。しゃあないので緑のたまたまのところにあかねちゃんの座席だけ設置。その横に座席をつけちゃおうかな。やだ、ちょっと近すぎ。ただ、隣とだけで正確な指定がなかったので、液体水素燃料タンクの中になっちゃうね。超マナにしてん。視聴者さんカチカチ。はい、ということで無事に完成しました。月着陸を目指すロケット。高さは92メートル。でかすぎやろ。幅は35メートルで重量は980トン。特に注目なのはパーツ数で合計1200個となりました。パーツが多いとどうなるん？めちゃくちゃゲームの動作が重くなる。というかこの時点で 12fps しか出ていない。12って。ちなみにちょっと前の宇宙ステーションのパーツ数は550個だね。倍以上あるんか。隣のタワーと比べてどのくらい大きいかわかるでしょ？というかカクカクやん。ちょっと待って、これ一番高性能な GPU なんだけど、なんかおかしい。今 FPS ドンだけなん。ゼロに決まってるじゃん。あ、壊れた。どこかが破断した。キャッハー。というかスムーズに再生されてるけど、実際のゲーム画面は10秒に1回くらいしか動かん。くさ。どうなってんねん。そんなにしてん。視聴者さん乗せて打ち上がっちゃった。ちなみに燃料不減設定だからもう二度と停止しません。笑った？何笑ってんねん。これどこまで行くんや。ちょっとストラットで縛り上げて再打ち上げ。おお、今回は打ち上がった。完璧。このまま宇宙行くよ。白熱エンジンのところの視聴者さん大丈夫？表情は一応大丈夫そうや。それは良かったですね。
ずしとるやん。あれ可愛くあれ言ってもあかん。止めるところ全部止めたんだけど。ということでまた再打ち上げ。爆発のログ見て分かったんだけど、ちらっと言った柱みたいな燃料タンクに問題がある。なんなん？設計上そうなっちゃうから仕方ないんだけど、この長い一本をここの点でしか支えていない。しかも、接続が弱い感じのある側面でしか支えてないから、折れて破綻してるみたい。どんな設計や。やっちまったか。そしてロケットの姿勢も終わった。70km 近くまで来て制御不能やん。でね、固体ロケットを止めようと一時的に燃料を消費する設計にしようと思ったら、いつもの接合部の破損しない設定が切れていることが判明。これやれば壊れんくなるやつやん。でも再起動かなんかしないと適用されないんだよね。バラバラになってて草。それ以外にも問題があって、軽くなる宇宙に入っても 4fps しか出ていない。重すぎる。RTX4090 ガーバルスペースプログラム2に惨敗。多分ゲームプログラムの問題だと思うんだけど、重すぎて月着陸は不可能と判断。どうするん？やれることは一つ、パーツ数を減らすしかない。月面車を一つに。機械用のスペースプレーンも一気に変更。ちなみに視聴者さんの座席がないことは最後まで気づいていません。先端に乗せたやつか。補助ロケットも4つに変更するなどして、パーツ数を1200から700にまで減らすことに成功。めちゃ減っとるやん。曲がったり壊れないようにストラットで固定する分もたくさんあるから、見た目以上に減るんだよね。燃料タンクの柱も結局付け直して構造は完璧。これで壊れるところはもうない感じか。機体を簡素化したことで FPS も15くらいになって映像もスムーズに。それでも毎秒15フレームしか出ないんか。開発側は頑張って修正してるらしいので気長に待ちましょう。空気がかなり薄くなる高度 30km で重力ターン開始。カービン軌道に入れる打ち上げやな。左右非対称のロケットだから低高度でやるとくるくる回転しちゃうんだよね。高度 80km 付近、飛行速度 6500km。制御不能なんだけど。あかん。とりあえず固体ロケットを分離して姿勢を戻す。固体ロケット分離。先っちょに乗った視聴者さんともここでお別れ。頑張って月行ってくるで。すぐにマニューバノードを使って軌道を修正。まずは周回軌道に乗る。カウントダウンとともにエンジン燃焼開始。自動的に姿勢とか方向も変えてくれる機能やな。ごちゃごちゃしてるけど見た目以上に簡単。今回は2回の燃焼でカービン周回軌道に投入することができるみたい。くるっと一周する軌道設定できた。ちなみにこの画面からさっき切り離した固体ロケットも見れるんだけど、燃料ゼロでも燃焼してる。これどうなっとるんや。燃料無限設定だと残量なくても燃焼するようになったのかな。視聴者さん脱出。おい。はい、燃焼開始。だから何の範や。そうそう、フェアリングも不要だから分離だね。綺麗にパッカーンって分かれますよ。パッカーン。なんで前に飛んでいくし。パッカーン。こっちみんな。ロケット加速しとるんやから普通後ろ飛んでいくやろ。あ、消えた。現在の軌道を確認するとこんな感じ。周回軌道に投入成功。右にあるのは前打ち上げた宇宙ステーションか。コントロールを選択するとこっち側を操縦することもできるね。ということは複数のロケットを打ち上げて組み立てることもできるんか。今後やってみたいよね。では、月に行く軌道を作る。奥に見えとるのが月やな。結構いい位置にいるんだよね。数ヶ月前にチュートリアルでやったんだけど、こんな感じで楕円軌道を作ってた。こっちの円が月軌道で合わせればええだけなんか。多分このくらいで月と一緒になると思う。簡単だよね。よし、月に向けてエンジン燃焼開始。核熱エンジンも始動や。視聴者さん大丈夫？めっちゃ光っとるけど大丈夫や。ちなみに羅針は2500から3000度近い温度になるみたい。このガス何度なんや。核熱エンジンはガチで今作られてるというか、これから使われるからね。こんな乗り方はしません。現在月に向けて航行中。まあエンジンの下にいるのもかわいそうだし中に入れてあげようかな。やった本人がニコニコ笑顔で言うな。視聴者さん脱出。あれ？これどこや。なんか変なところにいるんだけど。まだバグっとるんか。ジェットパックで居住モジュールまで移動。ちょっと待って、宇宙船めっちゃ回転始めてる。草。何かおかしい。気合ではしごつかむしかない。
待て、めちゃ回転早い。何もしてないのに人工重力作っちゃってる。はい、こっそり10回くらいトライして掴むことに成功。これもうやらん方がええ。なんかリアクションホイールが勝手に動いてるっぽいけど原因不明。はい、無事に救助できちゃった。想定外のトラブルとサスペンスもありながら一路月を目指す。原因はもちろんつんこです。そして宇宙船というかよくわからない着陸船が月に接近。ちょっとええか？どうしたのかな？これ月に追いつけんやろ。そんなはずないじゃん。交差するところ過ぎとるやん。あれ？もうあれやない。誰あのチュートリアル作ったの？はい、ちょっとチュートリアルをやって全然違うことをしていたことが判明。ここからエンジンを再点火して月に追いつく軌道に入る。現在の設定では月付近に行ける計算。くるっとフライバイする軌道やな。エンジン点火、軌道修正開始。来た来た月来た。結構近づいてきた。ここでまたマニューバノードを開いて月軌道に入るように設定。くるっと回るようにすればええだけやな。ちょうど月の側面に来たところでエンジン燃焼開始だね。めっちゃ近づいてきた。正確に投入したいからマップ上で燃焼開始。2つの円が重なるまで燃焼し続ければええと。ここでストップ。ちょっとずれてるけどまあいいよね。はい、無事に月周回軌道に投入することに成功。現在の高度 280km、飛行速度時速 1300km、結構遅いんやな。現実の月とはサイズとかも違うからね。リアルの月だと確か 3500km とか 3700km だったと思う。そうなんか。ここまで来ればもう月着陸を目指すだけ。マニューバノードで月面に激突というか着陸する軌道を作る。このくらい。着陸も問題があって、白い面はデコボコだから平らな黒っぽい海に着陸した方がいいはず。クレーターが少ない的な感じか。確かそうだったと思うんだよね。進路修正完了。機種を上げて着陸姿勢に。現在の高度 100km。地表接近までちょっと早送り。だいぶ近づいてきた。現在高度 30km。地表まで 9000m まで接近。着陸脚展開。着陸脚展開。高度160。まもなくタッチダウン。ちょっといいかな。ここに来て重大な問題に気づいちゃったんだけど。またなんや。横移動がゼロにできない件。一回着陸してみればわかる。これ絶対無理。横移動ってこういうことか。月は大気がないから絶対に減速しない。これスラスター使って横移動止めるんちゃうん？多分そうだと思うんだけど、あまりに巨大すぎてほとんど効いてないんだよね。というか、どの方向に噴射すればいいのかキーもよくわからない。しかも、表面が微妙に平らじゃなくて、坂になってたり凹凸もある。着陸脚もやたら跳ねるし難易度マックス状態。はよやり直しせ。来た来た、垂直に降下来た。あれ？やり直しや。成功するまで絶対に諦めない東北ずんこ。もう2時間以上やってます。奇跡でも起こらないと着陸無理なんだって。前もあったな、こんなこと。というか誰こんな巨大なもの作って着陸させようとしたの？全部自分やん。言った。言っとらんやり直しや。次はええ感じや。降下速度は秒速1から2メートル未満にしないといけない。タッチダウン。エンジン停止。来た。やりました。月面着陸成功。久しぶりに長い戦いやったな。よし、なんとかカーマンの船長、月に第一歩。キャー。飛び降りとるやん。はしごつけたけどこっちの方が早い。よいしょ。第一歩が真っ暗で何も見えん。誰も見てないからちょっと移動。おい。はい、ということで、さっきなったばかりの船長なんだけど、100%素人やん。なんかベジータみたいな頭で受ける。せっかくだし記念に旗を設置しようかな。地点名とかあるで。地点名はこれでいいかな。おいこら。平らなところにズブッと刺しておきましょう。やったね。はい、ということで、今回は地獄の打ち上げから地獄の月着陸を行ってみました。結構大変やったな。ちなみに、次回は月面車に惹かれる船長、地獄の月探査、スペースプレーンでスカイラブハリケーン、はしごに捕まって帰還する船長の内容をお送りします。大事故の予感しかせん。
ぶっちゃけ後半の方がメイン。ぜひ皆さん、チャンネル登録ポチしてお待ちくださいね。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。